皆様こんにちは。今回はコスパ最強で有名なトラストのリップを SWIFT スポーツに取り付けたので、今回の動画ではトラストリップの値段と納期、塗装と取り付け費用、純正スポイラーとの比較、実際に取り付けて1ヶ月走った感想をお伝えします。まずリップスポイラーの納期と値段ですが、トラストの公式オンラインショップだと税込み31,900円で、納期が受注生産のため約1ヶ月となっており、実際の納期に関しては問い合わせで確認する感じです。今回僕が買ったのは楽天からで、楽天で買うと約24,000円ぐらい、送料がネットショップにもよると思いますが3,000円ぐらいなので、トラスト公式で買うよりも楽天で買った方が若干ですが安いですね。楽天は定期的にポイント20倍のセールとかやってるので、タイミングさえ合えばかなりお安く購入できます。楽天のネットショップもトラスト公式と同じく受注生産になっていて、お届けまでの目安はトラストの公式ショップで1ヶ月、ネットショップで2ヶ月からとなっていました。ただし僕が楽天で買った時はたまたま在庫があったみたいで、買ってから商品が届くまでまさかの2日ぐらいで届いたので、もしかしたら在庫があるかもしれないので、ぜひトラスト公式か楽天ショップに納期を問い合わせして、どれくらいで届くか確認してみてください。動画の下にある概要欄にトラスト公式サイトと楽天のリンクを置いておきます。ちなみにトラストのリップですが、かなり大きい段ボールで届くので、もし塗装と取り付けをプロにお願いするなら、送り先を板金塗装屋さんに指定して直接送ってもらうのがいいと思います。スイスポの後部座席を倒してもギリギリ入るかどうかの大きさです。今回僕がお願いしたのはトラストのデモカーと同じ2色塗り分け。 SNS を見ているとスイスポ純正と同じように未塗装樹脂風にマットブラックに塗装したり、逆に何も塗装せずにそのまま取り付けてる人が多いので、あえてツヤありのブラックと青色の2色塗り分けで塗装をお願いしました。塗装にかかる時間ですが、届いたリップを塗装して乾燥させるので 2,3 日もあれば塗装してくれます。ただし板金塗装屋さんのスケジュールもあるので、届いてすぐに塗装と取り付けはできないので、そこはお願いする板金塗装屋さんに相談してください。ちなみに今回お願いした板金塗装屋さんでは2色塗り分けと取り付け工賃全て込みで3万円でした。自分で DIY 塗装をして取り付けてもいいと思いますが、プロにお願いしたら仕上がり完璧でめっちゃ綺麗に塗り分けしてもらったので大満足ですね。これ知らない方多いと思うんですが、同じスイスポの青色スピーディーブルーメタリック、カラーコードは ZWG でもプロに塗装をお願いすると、実際に塗装する前にほぼ同じに見える5種類ぐらいそれぞれ若干色が違うスピーディーブルーメタリックの色のカードを車に実際に合わせて、今の車の塗装状態に一番似ている色を選んでくれます。納車直後ならいいですが、僕みたいに納車3年も経つと経年劣化で色が若干変わってるので、その経年劣化した色に合った日本の色カードを車体に合わせて色合わせする必要があります。プロに頼むことで同じスピーディーブルーメタリックでも塗装の状態に合わせて色を選んでくれるのがいいですね。乗ってる車の塗装の劣化具合に合わせて選ばないと色がずれて塗装したところが浮いて見えるので、見た目にこだわりたい方はプロにお任せするのが間違いないと思います。最近よくオフ会に行っていろんな人と話をしていますが、自分でスズキ指定のカラーコードのスプレーを買ってきて DIY 塗装したけど、経年劣化で色が若干変わってたので DIY 塗装したところが他の色と若干違うのが気になるって言ってはったので、仕上がりを気にする方は絶対にプロにお任せするのがいいと思います。自分で塗装取り付けしてちょっと違うなと思って取り外して再塗装をプロにお願いするとなると、また余計にお金かかるので、やるなら最初からプロにお願いした方が結局安くつきます。取り付けに関しては付けるところを実際に見せてもらいましたが、下手したら素人でも簡単に取り付けできると思います。取り付けは両面テープと両サイドのタイヤハウスのところに穴開けて、その穴を使ってビス止めです。取り付け完了まで2分ぐらいだったので、取り付けはめっちゃ簡単だと思います。トラストのパーツの作りがしっかりしているのでめっちゃ簡単に取り付けできるみたいです。トラストのリップはよくある FRP ではなくウレタンです。そのため塗装のりもめっちゃ良くてパーツの品質がかなりいいとプロの方が言ってましたので、間違いないパーツですね。ウレタンなので FRP みたいに割れにくいのもいいところだと思います。2色塗り分けのやり方ですが、元々のトラストのリップにはこんな感じで線が入っているので、
それを目安に塗装すれば良さそうです。トラストのリップは純正のリップにかぶせる感じで取り付けるので、車高調入れてないのに車高が下がったように見えます。純正車高の状態でリップをつけると、ノーマルより 33mm ダウン、前方に 35mm 大きくなります。今回塗り分けの下側を青色にしたことで、黒色だとアスファルトと同色なのでそんなに下がった気はしないんですが、地面と全く違う色にすることでさらに下がったように錯覚するので、2色塗り分けは結構おすすめです。これに車高調入れたらだいぶ調子良くなると思いますね。フィッティングに関してはほぼ完璧なんですが、両サイドのところが少しだけちょうどこの辺りが浮いて見えます。お願いした板金塗装屋さんでは同じトラストのリップをこれまでに10台ぐらいのスイフトスポーツに塗装と取り付けしてきたけど、両サイドは少しだけ浮くと言ってました。まあ正直上から見ないとわからないので全然気になるレベルじゃないので問題ないかなと思います。もしこの少しだけ見える隙間が嫌な方は、リップの縁にゴムのモールをかぶせて取り付けるとフィッティングが完璧になると民からに載ってたので、試してみてもいいかなと思います。なくても正直フィッティングはほぼ完璧、約2万円でこのクオリティのエアロパーツはコスパ最強だと思います。ちなみに他社のリップスポイラーの値段ですが、クールは 66,550 円、ノブレッセは 49,500 円、リザルトジャパンは 45,100 円。今回のトラストのリップは約2万円。なのでトラストのリップのコスパは最強ですね。ちなみに2型が発売された時から選べるようになった鈴木純正オプションのリップスポイラーは塗装取り付け工賃込みで 43,175 円なのでかなり安いですね。純正オプションと比較しての社外パーツ取り付けのデメリットは、塗装と取り付けを別途お願いする必要があったり、塵が合わなくて加工しないと綺麗に取り付けできないことがあるのがデメリットですね。自分で塗装と取り付けができない人は Google の検索で板金塗装屋と調べると近くの板金塗装屋さんが Google マップに表示されるので、口コミとレビュー数が多いところを選んでおけばいいかなと思います。正直こういうエアロパーツは高いお金を出しても製造の品質が悪いのか塵が合わなくて綺麗に取り付けできないこともあるので、ぜひ社外パーツを買う前にはレビューを参考にすることをおすすめします。今回買ったトラストのリップは実はスイスポが納車される前から欲しくてずっとレビューとか読んでましたが、変な不具合があったとかのレビューを見たことないですし、何より実際に僕が取り付けたリップはフィッティングほぼ完璧、塗装もめっちゃ綺麗なので、まあ買って間違いないパーツだと思います。こちらのトラストのリップをつけてから今で1ヶ月ぐらい走ってますが、純正車高より 33mm 下がるので段差に気をつけないと普通に擦りますし、コンビニの駐車場に前から止めると当たるので気をつけて運転しないと割るので、割りたくない人は慎重に運転した方がいいですね。ちなみに何回かすでにそこを擦りましたが、見えるところに傷はなく触って確認しましたが大丈夫そうです。多分ウレタンなので傷がつきにくく割れにくいのかもですね。知らんけど。とまあこんな感じでスイフトスポーツが納車されて今で3年。最近外装をいじり出してあと1箇所ぐらい外装をいじりたいと思ってるので、何かおすすめの外装パーツあればぜひコメントで教えていただけると幸いです。ほんとスイフトスポーツって乗り出し200万で買えるコスパ最強の車なので、浮いたお金で自分の好きなようにカスタムするのがいいですね。なので僕の他の動画を見ていただけるとスイフトスポーツに関する情報やパーツのレビュー、旅行動画など幅広く動画投稿していますので、ぜひチャンネル登録して他の動画も見ていただけたらと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ほなまた。